こんにちは。インテリアコーディネーターのみちるです。私は夫、息子、そして猫2匹と一緒に東京都内のマンションに住んでいます。我が家の自慢はこの庭の景色です。リビングの窓から出るとタイルの敷かれたテラス部分があり、階段3段分上がったところに庭があります。庭にはシンボルツリーが2本あり、それを囲むように右側と左側に花壇スペースがあります。とても気に入っているお庭なんですが、我が家のマンション専用には日当たりにちょっと問題があります。まず南西向きの庭で朝日が入りにくく、午後は西日がきついこと。お隣さんや外部からの視線を防ぐために高いフェンスと生垣があり、それが影を作ってしまうこと。植えられた大きな木が太陽を遮ること。庭に太陽の光が入るのが午前10時過ぎからになり、ほぼすべてのエリアが半日陰もしくは日陰というのが現状です。小さくて日当たりも難ありなお庭ですが、これから少しずつ自分らしいガーデンに仕立てていきたいと思っています。このお庭が変わっていく様子をご覧いただけたら嬉しいです。今回庭作業をするのは、我が家の庭の中でも一番日の光が当たるスペースになります。枯れ草を取ったり土壌改良は一応していて、冬から咲いてくれているパンジー、ビオラ、ストックなどの一年草を植えているんですけれど、他にも以前から憧れていたポピーのアメージンググレーとパンドラの苗を3月上旬に買って植えています。ずいぶん前に植えていて、一体何だか忘れてしまった宿根草もいくつかあります。日本の暑い夏にも負けず、ちゃんと生きて出てきてくれて、本当に可愛い子たちです。それと今回試しにメルカリで買ってみたオルレアの苗が5つあります。5つで470円と爆安でした。今のところ順調に育っています。後方フェンスに広がるのは黄色の木工バラです。つぼみをたくさんつけていて、もうすぐ咲きそうです。普段なら何も考えず園芸店に行っちゃいますが、今回はどんなお庭にしたいか自分のイメージをまとめてみようと思います。そんな時に私が見るのがピンタレストです。今回私が惹かれたのがこんなアプリコット系だったりヴィンテージ感のあるピンクです。そこに白やパープル、ブルー系を挿して甘すぎないようにしようかなと思いました。で、注文したものが届きました。箱を開ける瞬間って本当にワクワクしますよね。中身分かってるのに不思議です。今回は衝動買いを避けるために荻原植物園さんのネットショッピングで苗を購入しました。園芸店に行っちゃうと可愛いものを見たらもう買わずにはいられないですからね。さあ、では植えていきましょう。まず最初にやるのがこのイエローのマムを、取り出すことです。可愛いんですけどね、ちょっと今回のイメージに合わないので別の場所で育てたいと思います。まず最初に植えるのがアキレアノブレッサです。ここは西日のエリアなので暑さに強いものを選んでいます。直径1センチくらいの可愛い白い花がたくさん咲いてくれるみたいです。
開花期間が長いのも嬉しいですよね。その隣にはアスペルラオリエンタリスを植えます。淡い水色の花が小さなマリのように咲くみたいです。一年草ですが、あっという間にボリュームアップして長期間花が咲くということなので楽しみです。その後方にはリナリアアエルギネアを植えます。濃いバイオレットカラーがアクセントになってくれそうです。前方左側にはベロニカベイビーホワイトを植えます。爽やかな白い穂状の花がスッと伸びる、素敵な花です。その横にはタイムロンギカウリスを植えます。グランドカバーで有名みたいですね。生育が抜群に早いらしいので、花壇のボリュームアップに貢献してくれそうです。くすんだ色合いがおしゃれなバーバスカムサザンチャーム。花壇の真ん中あたりには高さ60センチ前後の花を植えようと思っています。その横には濃い青色のニゲラミッドナイトと白のニゲラアフリカンブライドというニゲラ兄弟を植えていきます。バーバスカムの淡い色合いをぐっと引き締めてくれそうです。今回特に楽しみなのがこのジキタリスアプリコットです。とにかく色が可愛い。春植えなのでそこまで背は高くならないとは思いますが、2苗植えて存在感を持たせようと思います。そしてダウカスダラです。ダウカスダラ、すごい名前なんですけど、でもアンティーク風のピンクの小花が咲く本当に素敵な花なのでとても楽しみです。真ん中後方あたりに植えたのはスカビオサドラムスティックです。これ花も可愛いんですけど、種がとにかく可愛いんですよね。なので対処性は普通ってことなんですけど、ちょっと、軽石などを入れて排水性良くして蒸れないように、大切に育てたいなと思っています。スカビオサの両隣にはアキレアを植えました。この子たちは、近所の園芸店で購入したもので、もうすでに可愛い花が咲いていました。このスペースにはまずラスティセージを植えました。これもアンティーク調のピンク色の花が可愛いセージです。次に植えるのは白いアナベル。この花壇スペースの中でも日が当たりにくい場所に植えることにします。まだアナベル小さい苗で周りが寂しくなるので、一年草のラクスパーを植えてみました。後方に植えたのは背が高くなるサルビアアピアナです。